まずはじめに一つだけ大事なことをお伝えさせてください。この解説はですね、あくまでも情報提供が目的です。なので、特定の金融商品をお勧めするっていうものじゃありません。投資っていうのはどうしてもリスクが伴いますから、その点はご理解の上、最終的にはご自身の判断でお願いしますね。さて、本題に入りましょうか。ちょっとお聞きしたいんですけど、今日、あなたはチャット GPT 使いました？もし使ったよっていうなら、実はあなたはもう世界的な水不足っていう問題に知らず知らずのうちに関わっちゃってるかもしれないんです。これ全然大げさな話じゃなくて、れっきとした事実なんですよね。僕たちが AI と何気なく会話している、その裏側で巨大なデータセンターがとんでもない量の水を飲み込んでいるんですよ。ちょっとこの数字見てください。マイクロソフトの最新の報告書によると、データセンターが使う水の量って、たった1年でなんと 34% も増えてるんです。これってまさに生成 AI のブームが僕たちの知らないところで静かに、でも確実に水資源を圧迫し始めてるっていう証拠なんですよね。で、ここからが水問題の一番厄介なところなんです。例えば、石油とか石炭には太陽光とか風力っていう代わりがありますよね。でも水だけは代わりになるものがない。絶対にないんです。この事実が水問題を他のどんな資源問題よりも、深刻なものにしてるわけです。この深刻さ、どれくらいやばいかっていうと、国連が水位破産、ウォーターバンクラプシーっていう新しい言葉を使い始めたくらいなんです。これって単なる水が足りないねっていう水ストレスとはもう次元が違う話で、一度こうなったら回復は難しいですよっていう不可逆的な経済危機だぞっていうものすごく強い警告なんです。そう、ストレスならまだ回復できるかもしれないですけど、破産って言われたらもう取り返しがつかない感じしますよね。じゃあ、この静かに忍び寄る危機の正体って一体何なんでしょうか。水への投資なんて自分には関係ないかなって思うかもしれないですよね。でも、ちょっと考えてみてください。今の円安とかインフレで銀行に預けてるお金の価値って実質的にどんどん減ってますよね。不安じゃないですか。実はこの水の問題、あなたの資産とめちゃくちゃ深く関わってくる話なんです。その理由を今まさに起きている3つの大きな変化から解き明かしていきましょう。日本の銀行の普通預金の金利、ご存知の通り年 0.02% とかそんなもんですよね。一方で物の値段は毎年 2% とか 3% 上がってる。これつまりどういうことかっていうと、何もしなければあなたの大事なお金は毎年その価値を失っていくってことなんです。この厳しい現実に薄々気づいてるからこそ、あなたは今この解説を見てくれてるんだと思うんです。じゃあ、なぜ今水が重要なのか。その答えはまさに今同時に起きている3つのとてつもなく巨大な地殻変動、これが交わるその一点にあるんです。一つずつ見ていきましょうか。まず第一の変化、それは AI データセンターによる爆発的な水の需要です。生成 AI がどんどん普及するにつれてデータセンターは増え続けてますよね。で、そのサーバーを冷やすために僕たちの想像を絶する量の新水を使ってるんです。専門家の予測だと今後10年でその水の消費量は今の何倍にも膨れ上がるって言われてるんですよ。そして第2に PFAS。これ通称永遠の化学物質って言われるすごく有害な物質なんですけど、これに対する規制が世界的にどんどん強化されてるんです。特にアメリカで規制がぐっと厳しくなったことで、高度な浄水技術を持ってる企業に世界中から巨額露光的なお金が流れ込み始めてるんですね。で、第3の変化が水道インフラの老朽化です。例えばアメリカだと年間でおよそ24万件も水道管が破裂していると言われてます。24万件ですよ。これも単なる水漏れとかそういうレベルの話じゃないんです。経済、そして国の安全保障まで揺るがす、まさにさっきお話しした水破産の根本にある大きな危機なんです。さて、ここからが面白いところです。なぜなら、歴史を振り返ってみると、大きな危機っていうのは常にとてつもないチャンスの始まりでもあったからなんです。莫大な富っていうのはいつだってインフラの転換期に生まれてきたんですよね。このスライドがまさにその歴史を物語ってますよね。1990年代のインターネット、2010年代のスマートフォン、これらの巨大なインフラが生まれる、まさにその黎明期に投資した人たちがどれだけの富を築いたか。そして今 AI っていう新しいインフラをその根底から支える最も重要なインフラである水が次の巨大な転換点を迎えようとしてるんです。ここでこの解説の中で一番大事なことを言いますね。
水は代替不可能なインフラである。この事実です。石油は電気に、ガスは再生可能エネルギーに置き換えられます。でも水を水以外の何かで代用することなんて絶対にできないんです。この代わりが効かないっていうことこそが、水っていう資産の揺るぎない価値の源泉なんですよ。経済のすごくシンプルな原則を思い出してください。欲しい人が増え続けて物の数が変わらないなら、その価値は上がりますよね。AI は水を飲み続け、データセンターは増え続ける。でも地球上で僕たちが使える真水の量っていうのは限られてるんです。このすごく単純明快な理屈がこれからの水の価値を決めていくんですよ。じゃあこの大きなチャンスに僕たち個人はどうやってアクセスすればいいんでしょうか。実はですね、すごく手軽な方法があるんです。今日はその代表的なものを一つご紹介しますね。それが水関連の ETF、つまり上場投資信託です。なんか難しく聞こえるかもしれないですけど、要は水インフラとか水処理技術とか、そういう世界中の有料な水関連企業の株をひとまとめにした詰め合わせパックみたいな金融商品だと思ってください。普通の株みたいに証券市場で簡単に買ったり売ったりできます。代表的なものだと、アメリカの市場に上場している PHA とか FIW っていう ETF がありますね。これを買うだけで世界トップクラスの水インフラ企業とか、すごい浄水技術を持っている企業とか、そういう会社数十社に自動的に分散投資できちゃうんです。これが ETF の大きな魅力なんですよね。ただもちろん注意点もあります。これらはアメリカの ETF なので、ドルと円の為替レートの変動がリターンに影響してきます。円安になれば利益は増えますけど、逆に円高に触れると損失が出る可能性もあります。あとテクノロジー関連の銘柄って株価の変動が大きくなる傾向もありますからね。投資するときはご自身がどれくらいのリスクなら OK なのか、そこは必ず確認してください。じゃあこの投資ってどれくらいの可能性があるんでしょうか。世界銀行の試算によると、なんと水インフラへの1ドルの投資は社会全体で平均して4ドル以上の経済的なリターンを生み出すとされてるんです。これってものすごく効率のいい投資だってことを示してるんですよね。で、嬉しいことにこれらの ETF は日本の証券口座から本当に簡単に買えるんです。多くの場合 NISA 口座を使えば、そこから出た利益にかかる税金がゼロになります。まずは少額からコツコツと、その小さな一歩が10年後のあなたへの最高のプレゼントになるかもしれませんよ。最後にちょっとだけ想像してみてください。もし10年前にこれから AI が世界を変えるらしいよって聞いて NVIDIA の株をほんの少しでも買っていたら、あなたの人生は今どうなっていたでしょうね。いやまだ早いよって見送った人と、なんか面白そうだなって一歩踏み出した人、その間には今や天と地ほどの差が生まれてしまっています。さて、この解説をここまで聞いてくださった今、あなたは水という言葉に何を感じますか？まだ早いって思いましたか？それとも面白そうだって心が動きましたか？ AI は水を必要とし、世界はこれからも変わり続けます。そしてその変化の本当の意味を理解した人だけが次の時代の大きな波に乗ることができるんです。今日のこの情報があなたの未来を描く地図の一つの確かな道しるべになれば、これほど嬉しいことはありません。